皆さんこんにちは。佐々木です。今回はケージレイアウトの参考にするために、愛知県にある東山動植物園さんの自然動物館に行ってきましたので、動物園の爬虫類、両生類たちはどのような環境で飼育されているのかをテーマとして紹介していきます。爬虫類展示コーナー入ってすぐのところで目についたのはオニプレです。大根でもおろせそうなゴツゴツした鱗に、つぶらな瞳が特徴の雑食性のトカゲです。今回はレイアウトがテーマなので、生態の説明はほどほどに、まず目につくのはケージの対角に置かれた大きな岩。結構高さがあるように見えますが、オニプレの体長が40センチぐらいなので、これぐらいの高さなら余裕でよじ登れます。床材は見た感じ普通の庭土でしょうか。やや粉塵が舞いやすいので、家庭の屋内飼育には向かなさそうです。紫外線ライトは天井から吊り下げた木の棒に挟んで取り付けていました。斬新ですが、高さ調整が容易なので、背の高いケージならありかもですね。お次は国内だと結構レアなアルマジロトカゲ。市場相場は30万円からと、なかなかお迎えするには気合が必要な子です。心なしかレイアウトも先ほどのオニプレより凝っているように見えます。しかしこの遊牧、アルマジロトカゲがちょうどすっぽりハマるサイズでめっちゃエモいですね。似たもの見かけたら購入しておきたいです。乾燥系のトカゲなので、床材も先ほどと同じく庭土を使っています。石の種類がバラバラですが、バスキング用の岩はいい感じですね。ライトは先ほどと同様、木に固定しています。飼育施設では一般的なんでしょうか、他の施設でどうなっているのか気になるところです。お次はポピュラー種の代表格、レオパとニシアフのケージです。こちらでは、どちらも同じケージに間仕切りする形で展示していました。こっちもがっつり寝てました。ケージ内に既製品のシェルターはなく、代わりにいい感じの流木と、水浴びできる広さの水入れが用意されています。結構良い感じの流木を使っていますが、ここの担当さんの趣味でしょうか。レオパは結構立体的に動くので、遊び場として良い役割をしそうです。西アフ側も似たようなレイアウトなので説明は割愛します。植物いっぱいのケージにやってきました。一面緑の中で飼育しているのはエボシカメレオンです。ヤシ殻マットの上に持ちやすい枝を組み立てて、そこにポトスを絡ませてうまく調和させています。天井は通気性を重視してオールメッシュにしています。ホットスポットに近い金網に捕まっていますが、暑くないのでしょうか。フルスペクトルっぽい紫外線ライトの右側には、給水用のホースが設置されていました。水滴の補給間隔はおよそ3秒に1滴。葉っぱに当てることで気づいてもらいやすい工夫がされていました。全体的に生態の入るまとまったレイアウトです。床材を土にして、植物を育てながら飼うこともできそうですね。こちらのえらく気合の入ったケージでは太顎を展示していました。模様が全然なくて綺麗な子ですが、なんというモルフでしょうか。将来的に太顎はお迎え予定なので、ちょっとずつ調べておきます。餌は5種類ぐらいで気持ちね野菜多め、個人的に、餌皿はレイアウトと色を合わせて欲しい感はあります。レイアウト全体としては同系色でまとまっていて、ワンポイントに植物の緑を入れているのが非常におしゃれです。特にバックボードに関してはかなり立体的にかっこよく仕上がっているので、いずれ参考にして作ってみようと思います。お次は大型種のグリーンイグアナです。木登りが得意な種族なので、ケージ全体に大きめの木が組まれています。細かい枝は取り除いて、怪我の予防もされていました。泳ぎもいける子なので、水場も結構広めに作られています。家庭で飼育するなら隅にコンテナ水場が一般的のようですが、ケージいっぱいを水場にして、2階建ての構成にしても楽しそうです。あのどぎつい緑色の光は 100W 級のハイパーさんでしょうか。ちょっと大きいからか、木の棒には釣っていませんでした。先ほどと似たようなレイアウトですが、こちらはウォータードラゴンです。
全長で90センチぐらいになるとのことですが、実際に生で見ると想像より二回りぐらい小さい印象でした。レイアウトはグリーンイグアナの展示スペースとほぼ同じですが、水場が広くて深いところは違いますね。潜ったりするんでしょうか？こちらはペア飼いをしていました。東山動物園では爬虫類や両生類の繁殖もしているので、このスペースでもそのうち増えるといいですね。お次は大型展示ケージの水オオトカゲ。体長が2メートル超える種族なだけに展示スペースも最大サイズです。展示スペースの半分以上は水場で、水深は50、60センチぐらいでした。ここまでの水場は戸建てにしてもなかなか実現が難しそうです。ギリギリ寄せるとしたら、他の投稿者さんのようにプレハブにプールを設置して一頭丸々飼育ケージにするぐらいでしょうか。飼育設備の要求レベルが高いだけに、アルマジロトカゲとは別の意味で飼育に準備が必要な子です。ただ、水オオトカゲベビーの市場価格が2万円台とお手頃すぎるので、安易に手を出さないように気をつけたいですね。他にも魅力的な生態や綺麗なレイアウトがたくさんありますが、全部は紹介しきれないので、一旦動画を締めます。次回は両生類コーナーのレイアウトを紹介しますので、そちらもぜひご視聴いただければ幸いです。